こんにちは。ハロー、アンニョン、ニハオ、どうも、はるかです。今回は日田市の、温帯木の里にやってきました。スペシャルゲストさん、こちらへどうぞ。こんにちは。こんにちは。ご紹介いたします。日田市観光協会の黒木さんです。よろしくお願いします。ここ温帯木の里、すごく今寒いですけど、はい。冬は結構雪深くて、夏はちょうどいいぐらいの、気温です。で、歴史的にはだいたいこれ300年ぐらい続く陶器の里というか、今現在9軒の窯元があります。はい。で、今日はこの9軒の窯元のごく一部を回りながら温帯木ができるまでをご紹介をさせていただきたいなというふうに思います。で、まずここは温帯木の9軒の窯元で今買ってる、山になりますけど、ここから土をまず、取って各窯元に、持っていきます。なるほど。じゃあここが、始まりって感じになるんですかね。そうですね。石かと思ってたらボロボロする。ですごいのが、これやっぱり川の流れをうまく活用して水を利用した腹臼っていうそういう道具なんですけど、だからこれが大体365日24時間もう自然の力を利用して動いてるっていうのがまたすごいです。すごい。黒木文人さんの窯元です。それでは土を作る工程で空臼で、ついた土をこの船というところに持ってきて、この中船と外船とありますが、中船の方に土を入れます。でこれで攪拌をします。で、こうやって攪拌することによって、細かい粒子が上に浮いてきます。でこの細かい粒子をすくって外船に、入れます。細かい粒子が外船の中で溜まっていって、時間が経つと沈殿をしていきます。そして、沈殿した細かい粒子をこのオロというものの中に作って、この中に溜めます。でこの中で、水が、蒸発と沈んでいって、細かい粒子の塊がこのクリーム状になります。手でつかめるほどのクリーム状になったこの糖度をこの土かけ釜というものの上に手ですくってこの上に乗せます。そして、ここは釜になってますので、下から火を焚くことによって熱が伝わりまして、水分を蒸発させて、このくらいの硬さになったら糖度として完成です。ポンチ音がしたのが空気が抜けた。なるほど。空気を抜かないといけないんですか？そうです。空気抜くのと、あと硬さを切ると形が菊の花に見えるので菊練りですね。へえ、綺麗。でこれでやっと形にしていくってことですか？これからこの形にしていく形ですね。
塗ってたこのネズミ色って何なんですか？白い土ですね。このオレンジの色がやっと黒い色になるんですよ。首がんだですね。を入れるとその黒と白がこうコントラストができる。それが飛びガンガーですね。温帯機の模様や。芸術的だ。こんにちは。これ郷土窯、本当に一番大きい窯なんです。はい。9軒の窯元のうちのうんうん5軒が使ってうます。んうんうんうん。で、こう大体2軒と3軒に分かれてはい窯焼くんですけど、はい今回は3軒で焼きます。でもうは全部詰め込んでしまったんで、今蓋してるところです。なるほど。袋1000個ぐらいは届いたことはないんです。まあ朝5時半ぐらいから炊き始めて、7時から湿気抜き、梅雨炊きっていうんですけど、湿気抜きして薪持っていって、あとはみんなで下からずっと明日の、夜7時ぐらいまで下から窯全体を温めて、そこから一番下の窯に移動して4、5時間ずつでずっと大体52時間から55時間。夜中に火つけ出すところもあるってことですよね。もう火を見て温度がいいか悪いか。火を見て、あと焼け具合見て、あとは缶で。年に5回火入れっていうのは時期的にはもう決まってるんですか？毎回。ミート祭が10月にあるんで、それに合わせて焼くことをポンと決めて、そこからはもう。茶色いのが、飴って言うんですけど、茶色になる、この色になるってやつですね。で、こっちが、透明の釉薬、このままの色が出ます。白いとこは白。これそのまま焼いたとしても吸水性があるので、一晩置いたら染みてくるんですよね。もしも本窯で焼き終わったとしても。でも釉薬を塗ると染み込まないというか、水が抜けないようになるっていう感じですね。温帯焼きで温帯機の里全体で作ってるんですよっていうふうにハンコじゃないけどサインをこうやるじゃないですか。もし私やったらその中でもいや自分が作ったんやでみたいなのをちょっとなんか若いし特別ってか思っちゃいたいかもしれないんで、私だったらなんかそういう思いって。名前は責任として出してるっていう感じですかね。いいものは別に僕の名前じゃなくてもいいんですけど、悪いものの責任は取らなきゃいけないんで、ダメだった時の責任として名前はある程度自分の分も誰って教えませんとかそういうことはないんですけど、いいものを僕の名前というふうにしなくてもいいのかなと僕は。窯元さんのお土産屋さんによってさ、売ってる形とか売ってるものとか違うから、お土産を探しに来るだけでも全然楽しめちゃいますね。本日黒木さんに連れてきていただいたのは、ひつまぶしのお店なんですけれども、どうして今回はひつまぶしなんでしょうか？
先ほどの温田焼きのところでも多分分かったと思うんですけど、北は山々に囲まれた盆地で、その盆地の中を通る川というのが川魚の、川魚料理の有名な場所です。夏とかはああいううなぎというものが非常に有名で、今日はその中でも、ひつまぶしをちょっと味わっていただきたく、ひたまぶし専屋さんの方にご案内しました。大体ひつまぶしっていうと名古屋を皆さんイメージされると思うんですけど、名古屋のひつまぶしと何が違うのかっていうのは薬味が、違ってきます。ネギ、わさび、そして大根おろしで、これが味噌なんですけど、柚子胡椒ということで、一応柚子胡椒はですね、日田が発祥の説が、あります。なのでこの大体うなぎとね合わせて柚子胡椒を一緒に食べるなんて普通だったらないかなと思いますので。ちなみにこれ今日使ってる器とか、ほぼ全て温田焼きですよね。そうですね、ほぼ温田焼きです。今まで工程を見てきたんで、なんか思い入れが全然違います。こういうの使ってるんやとか、こういう模様してるんやみたいな、そういうのをね楽しみながら味わうとより美味しく感じるのかなというふうに思います。温田焼きのイメージがすごい素朴でシンプルなデザインだったので、今回工程を見て一体なんかどういうふうに自分が変わるのかなとか、温田焼きに対しての思いがどうやって変わるのかなと思いながら街歩きを一緒にさせてもらったんですけど、なんかもう五感をフルに立てて見て楽しんだし、お話も聞いたし、無音の世界の中でいろんな音を聞きながらできていく工程をすごい見ていったら、もう今じゃここに並べられているなんか全部の温田焼きがなんか全然見方が違うくて、実際にもうお土産も購入したし、なんか温田焼きの里で歩いてみて、みんないろんなところに耳澄ましたり見てみたりすると、私みたいな世代もファンになると思います。今日は本当に黒木さんありがとうございました。ありがとうございました。日田市の観光情報はすべて概要欄の方に載せていますので、そちらの方チェックしてみてください。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントもどんどんお待ちしております。次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんさようなら。